ホリデー2025の食材備蓄についてじゃあ今更チャンネルの今更おです。今更ながらホリデー2025の食材備蓄について考えてみたいと思います。ホリデーイベントもう間近となっておりまして、準備期間は2週間ほど用意されていたはずなんですが、どうして差がついたのか、慢心環境の違いその類ということで、氷鋼タイプが中心になりそうなホリデー2025の食材備蓄について、無課金初期税パルの目線で考えていきたいと思います。まだ準備しきれていないよという方の何かしらの参考になることを願っております。それでは参ります。ということで、ホリデーの食材備蓄の流れを簡単におさらいしておきたいなと思います。基本的に食材備蓄はこの3ステップで行いがちかと思います。1、ざっくりメンバー決め。2、対応ジャンル選定。3、備蓄ってことで、まずはメンバー決めからやっていきましょう。ホリデー当日どんなメンバーで行くんじゃいってことをチェックしておきます。今回氷鋼タイプのポケモンに強化が入りますので、多くの方がこれらのタイプを中心に組み立てていくことになるかと思います。で EX に行かれる場合は氷タイプがメイン木の実固定になるので、スピード 10% 短縮とメインスキルレベルプラス1がさらにつくことになります。なのでより氷タイプのポケモンたちを優先してあげてほしいところです。また EX の追加ボーナスが木の実 2.4 倍でほぼほぼ確定かなと思われますので、木の実得意のトドゼルがアローラ球根、そしてハガネールの重要度がより高いと言えるかと思います。さて、パルの場合はメインアカウントにはボスゴドラとトドゼルガがおりまして、サブアカウントにはなんか鋼タイプがいっぱいいます。ボスゴ3自箱にて氷タイプだけのね、例年通りのボーナスであればサブアカは爆発試算していたことでありましょう。本当にトゲデマルには足を向けて寝られません。まあこの辺りのポケモンを中心に組んでいこうかなと思うんですが、もう一つホリデーならではの要素がありますね。夢のかけらゲット S。 これらを持つポケモンたちもどの程度編成するのかも考慮してみてください。特に EX に行く場合ってほぼ確実にかけらゲットのポケモンたちはスピードプラス 15% のデバフを食らうことになります。さらにエナジー稼ぎも得意じゃないってことで、ホリデーであったとしても特に週の頭月曜日火曜日とかは編成しないっていう選択肢もご検討ください。料理に食材が活かせるよとか、たまたま18分の1を引いてサブ木の実に選ばれたみたいな場合はもうちょっと前向きに検討しても良さそうですね。まあ序盤はエナジー稼ぎに注力して、後半はまったりかけら集めとニューイヤー準備っていうのもおすすめかなと思います。ってことで、なんとなくこうなるのかなっていう仮のチームを組んでみました。メインアカウントはドゼル鍋ヒーラー、サブアカウントはガネルドゼル鍋ヒーラー、そして控えにボスゴドラがいるみたいな感じになりますでしょうかね。でまずここでワンポイント。特に EX では鍋担当がグレイシアやジバコイルだと安定感が増すんじゃないかなと思います。なので積極的にデカめのレシピを採用しちゃいましょう。まあレシピレベル次第ではあるんですけどね。ワンポイント終わり。OK、 そんな感じでサンプルのパルのチームではやっぱりというべきか中心になるポケモンはトドゼルガ、ハガネール、ボスゴドラになりました。まあそこに雪の王のトマトであったりとか、アローラロコンの大豆であったりとか、クチートのオイル、ジバコイルのオイルとかが入ってくるってことになるかと思うので、日中で集めやすい食材はオイル、ミート、トマト、コーヒーあたりになるのかなと思います。トマトはね、本当に雪の王がいるとめちゃくちゃ安定感が出るんじゃないかなと思いますね。ハガネールはね、食材確率が相当低めのポケモンなので、AA とか AAA の場合はそれなりに信頼して組み込んでみてください。今ね、トマトは何にでも使えるので、雪の王がいるっていう方は信頼してぶん回すことになるんじゃないかななんて思いますね。でこれに加えてトドゼルガやハガネールの食材ゲット S までごっつり強化されることになるんですが、それらの食材は一旦考慮せずにいってみようかと思います。食材ゲットの分は中盤終盤で活躍してもらったりとか、ニューイヤーに向けて頼れる食材っていう認識でいいんじゃないかなと思ってます。さあってことで、まずメンバー決めの段階でオイル、ミート、トマト、コーヒーあたりが軸になりそうだぞってことで、これをプラン A として進んでみましょう。そしてお次の項目、対応ジャンルの選定ってことで、このプラン A、そこからさらに大きく2パターン選択肢があると思っています。1、
デザートを熱く持つ。2、デザートを切る。これ、でかい分かれ道ですよね。オイルやミートがデザートで活かしづらいので、デザートに対応するかどうかっていうのを考えたいなと思います。フィールド移動による料理ガチャにある程度挑めそうなのであれば、デザートを切っちゃうっていうのもいい作戦になるかと思います。カレーかサラダ、どっちかが引ける確率は 66% になるので、2回やれば 88%、3回で 96% ほど確率あるみたいです。で、EX で料理ガチャをする場合って、追加で EX チケットも必要になるので、多くの方が1、2回とかしかガチャれないかと思うんですけど、やれなくはない数値だと思うので、狙う方は今から得を高めておいてください。ってことで、とりあえずこの2パターンで食材備蓄考えてみます。ではまずはデザートありから考えてみましょう。ここはかなりしっかりめにデザートを準備して挑むっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。で、キーになるのはトマトとコーヒーになりますでしょうかね。そしてヒーラーたち、準レギュラーのポケモンたちの食材も重要になってきそうです。で、トマトを軸にするのであれば、ドキドキ怖い顔パンケーキしかデザートは選択肢がないと言っても過言ではないかと思うので、かぼちゃ、卵、蜜を中心に備蓄を考えていくことになりそうです。かぼちゃに対応できるのかどうかがそもそも鍵にはなりますね。今からでも最低限の備蓄はできるかと思うんですが、ドキドキ怖い顔パンケーキのレシピレベルが上がっていない場合は、おとなしくコーヒー軸にするかデザートを切るかっていう方に振った方がいいんじゃないかなと思います。ってことで、デザートありでトマト軸のサンプル備蓄こんな感じにしてみました。まずはドコパン6食分になるかぼちゃ108個、蜜192個、卵144個、トマト174個。これらが軸となる場合、必然的にカレーはすき焼き中心になって、すき焼き3食分のネギ81個、ミート78個、そしてサラダはリンゴ酸サラダが軸になりうるので、3食分のリンゴ84個、ミルク54個。で、これだとトータル915個になってしまうんですが、トマトとミートはそれなりに日中で集められると仮定しているので、がっつり減らして調整することになるかなと思います。最小でトマト29個、ミート26個まで減らしても月曜日の1食目を作ることができますね。これをベースに苦手な食材を多めにして対応していきましょう。一方のコーヒー軸は、デザートの中心はやはりエクレアになるでしょうかね。エクレア6食分を軸にした場合、カカオ180個、ミルク156個、コーヒー144個、蜜132個が中心になるので、結局蜜が使い回せるすき焼き、ミルクが使い回せるリンゴ酸サラダをそれぞれ他の候補としてすき焼き3食、リンゴ酸3食分にしてみました。こっちはね、トマト23個、ミート26個、コーヒー24個まで減らすことができるんですが、それでもギリギリ800個を上回ってしまうので、ヒーラーたちの食材なども考慮して、リンゴ、ミルク、カカオあたりを調整するのがいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、デザート以外でほとんど使うことのできないカカオがかぼちゃより枠を圧迫してくるのがきついだろうなと思うんですが、デザートで鍋拡張ができなかった時にマカロンが作れるはずなので、よりデザートで保険が効いている構成とも言えるでしょうかね。鍋担当が ABB グレイシアとかだと気持ち楽に組むことができそうです。ってことで、プラン A1 トマトのサンプルとプラン A1 コーヒーのサンプルを出してみました。カレーとサラダがね、くしくもすき焼きとリンゴ酸が主軸になってしまいましたね。カレーでグラタンが作れる方は、とかキャンチケを切る予定の方は、グラタンと負けん気で合わせてみるっていうのも悪くないんじゃないかなと思います。いずれにせよね、苦手なデザートを熱く持って、序盤はなんとかやり過ごして、中盤では食材ゲットに頼ったりとか、スキルのポケモンたちの食材を生かして動いていくっていう形になりそうですかね。さあ、それではお次、プラン A2 ですね。デザートを最初から考慮せずに考えてみましょう。カレーサラダ2種備蓄のパターンです。この場合、サラダにはコーヒー、オイル、ミートを使うホリデー2025のキラーレシピともいえる負けん気コーヒーサラダがありますので、これを軸にサラダはポテトをどれだけ集めるのかっていう配分を考えればいいんじゃないかなと思います。で、そのポテトがカレーで活かせればよかったんですけど、カレーのポテトを使う一番強いレシピが絶妙に作るのが難しいグラタンになるので、キャンチケを切る場合はこっちを軸に考えるのがいいんじゃないかなと思いますね。
そうすると食材6枠で済むことになるので、ポテトとミルクとアボカドを全力で備蓄して、残りはコーヒーをメインに詰め込んでおくとかがいいんじゃないかなと思いますね。ボスゴドラがいたとしても、なるべくトドゼルガだったりハガネールに頑張ってもらいたいところですしね。で、画像はグラタン6食分、負けん気1食分の表示になっております。で、キャンチケを切らない民は、メザパシチューと煉獄カレーを両方ケアしていくみたいな感じでいくのが一番安定感があるのかなと思ってサンプルこんな感じにしてみました。画像は目覚めるパワーシチュー6食分、煉獄カレー3食分、負けん気3食分で表示しています。こちらミート28個、オイル22個、トマト25個、コーヒー28個が最低値になりますね。煉獄を組み込むことで鍋拡張失敗のケアをしつつ、サラダは若草サラダでも保険が効くようになって、アボカドを入れたりとか食材ゲット次第ではワカモレ、グラタンにも応用が効くのかなという形になってます。感覚的にはね、サラダはポテトを結構がっつり増やしたいのと、コーヒーはそんなに減らしたくないので、カレーの食材をどうするのがいいのか、ちょっとね、これ以上思いつかなかったので、何か思いつくことあればコメント頂戴できますと幸いです。で、大豆にアローラキューコン、ボスゴドラの C 食材、コーンにアローラキューコン、クチートの B 食材、ハーブにジバコイルの B 食材なんかがある場合は、そこの枠を多少削れるんじゃないかなとは思いますね。このあたりは手持ちのポケモンとのカスタマイズになるかと思います。ってことで、2種備蓄の場合も意外と難しくてですね、最後絶妙に締まらなかったんですよね。なかなかね、カレーのオイルの受け皿がグラタンしかないので、ちょっとここはぜひ皆さんの知恵もお貸しいただけたらなと思います。皆さんの備蓄の方向性なんかもね、お聞かせいただけますと幸いです。感覚的にはね、グラタンも活かせた方が強そうな気がするんですけど、キャンチケなしであったとしても、ちょっとね、難しいんですよね。結局ミルク41個どうすんねん問題があまりにも強いですよね。一種まで絞るのであればね、サラダに絞って負けん気連打したいところなんですが。ってことでね、超ざっくり4つほど備蓄のパターンを考えてみました。今から集めても、ギリなんとかなるんじゃないかなと思いますし、お手伝いブーストダメをされている方であれば、その食材も考慮して他の食材を多めに詰め込んでもらえたらなと思います。なかなかね、氷タイプ、鋼タイプ、完備してますよって方も多くないかとは思うので、ぜひね、コメント欄も参考にしていただいて、ホリデー2025楽しんでもらえたらなと思います。そんなホリデー2025の食材備蓄についてでした。コメントお待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援していただけますと大変励みとなります。本当にいつも応援してくださってありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。それではホリデー準備も佳境となってまいりました。ゲーム内の準備も進めつつ、実生活でも体調を崩さぬようにご自愛ください。では今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。